日本語 V ティーチャーのわさびです。こんわさびーむ。今日は鬼滅の刃刀鍛冶の里編第3話に出てきたセリフから N2 文法ものだを勉強します。今日のセリフはこちら。人のためにすることは結局巡り巡って自分のためにもなってるものだし、俺も行こうと思っていたからちょうどいいんだよ。ものだは動詞の辞書形と内形、いい形容詞、な形容詞のそのままの形と一緒に使えます。ものだにはいくつか違った使い方があります。まず一つ目、みんながそうだと思うこと。例えば、日本の夏は暑いものだ。緊張するとうまく話せないものだ。別れは辛いものだ。このような使い方です。もう一つの使い方は、常識的に考えて、誰が考えても、人としてそれが普通だという使い方です。例えば、学生は勉強するものだ。お年寄りには席を譲るものだ。借りたものは返すものだ。このように使います。この使い方は N3 文法のべきですと似ています。でも、べきは方がいいと同じでアドバイスです。学生は勉強するべきだ。この場合、しない人がいるかもしれないけど、した方がいいと強くアドバイスをする感じです。ものだにはそのアドバイスのニュアンスはありません。学生だから勉強をするのは当然、常識的に考えてそれが普通ですという意味です。ではもう一度今日のセリフを見てみましょう。人のためにすることは結局巡り巡って自分のためにもなってるものだし、俺も行こうと思っていたからちょうどいいんだよ。これはどちらの意味で使っていると思いますか？そうですね。これは普通みんなそう思っているという意味で使っています。日本には情けは人のためならずということわざがあります。これは簡単に言うと、人のために何かをすると巡り巡って自分にいいことが返ってくるという意味の言葉なんです。今日のこのセリフは日本人の心を表す大切なセリフと言えそうですね。ではちょっと意味を確認してみましょう。人のためにすること、人助けをする優しい気持ちは巡り巡っていろいろな人を通して人から人へと移って結局最後には人のためだけではなくて普通は自分のところにも帰ってきて自分のためにもプラスになるものだし、それだけではなくあなたのように俺も彼のところに行こうと思っていたからちょうどいいんだよ。いいタイミングでした。こんな風に読むことができるでしょう。ちなみに、子供の頃は父によく怒られたものだ。や、昔はよくここでお酒を飲んだものだ。のように、昔のことを思い出して懐かしいなーって話すときにも使えるし、全問正解なんてよくできたものだ。月日が経つのは早いものだ。テストの日まで寝坊なんてのんきなものだ。のように心の底から本当にそうだなーって思うこと、びっくりしたこと、驚いたことなどをちょっと強調して言いたい時にも使うことができます。最後にこの常識的に考えてという使い方は特に社会的な
義務や忠告の意味でもよく使います。例えば、遅刻するときは連絡するものだや、ミスしたときはまず報告するものだ。こんな感じです。この場合、アドバイスではありません。当然のルール、マナーですとかなり強く注意しています。もし会社でこんなことを言われたときは素直に謝るものです。皆さん気をつけましょう。いかがでしたか？一見シンプルな文法ですが、いろいろな使い方があって、ちょっと面白い文法の一つです。次も、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編のセリフから N2 の文法を勉強します。楽しみにしていてくださいね。それでは、次のレッスンでお会いしましょう。おつわさびーむ。バイバイ。